申し訳ないけど中国の方たちは順番を守らない、なんか日本じゃないみたいな感覚になります。路上にねゴミをちょっと捨てちゃってる海外の方が日本側がもうちょっと寛容になるべきだなって僕は思います。大変だなって思う日本人もいるかなと思うんですけど、その点についてはどう思いますか？それは皆さんこんにちは、イージージャパニーズのショウです。今日はここ東京の渋谷で海外から来た観光客の方が気をつけるべき日本の文化やマナーについて詳しく話を聞いていきたいと思います。それじゃあ行きましょう。東京に海外の観光客の方増えてると思うんですけど、それについてどう思いますか？日本人より礼儀正しい気がします。それはどういうところで感じますか？どういうところ、例えば、御朱印を集めてる人とか、いわゆる日本の文化がすごい好きで来てるみたいな人が多いから、なんていうんですかね、リスペクトを感じる部分とかじゃないですかね。じゃあ基本的に多分、観光客の方、海外の観光客の方が来てくれて嬉しいですか？僕は嬉しいです。はい、もっとなんか日本に興味がある方が増えてほしいですし、もっと日本に外国人の方が住んでほしいなって思います。最近って海外の観光客の人めっちゃ増えてると思うんですけど、それについてどう思いますか？なんだろう、人多いなってで楽しんでくれてるのはいいと思います。マナーを守って、なんか日本じゃないみたいな感覚になります。正直嬉しさとちょっと人多くてうーってなる気持ち、どっちの方が勝ちます？つうのはむずいな、どっちもあるな。ちょっとあんまりうって感じですね。それは結構人が多くなってちょっと暮らしづらいなって思います？暮らすのとか大丈夫なんですけど、遊ぶ時とかにみたいな感じですね。日本の経済が潤ってすごくいいことだと思います。じゃあ基本的にその海外の人が日本に来てくれるっていうこと自体にはすごい嬉しいっていう感じですかね？嬉しいですね。やっぱり日本のこともっと知ってほしいし、日本はすごくいい国なので、世界中のいろんな人にもっと日本の良さ知ってもらいたいです。どういうところ、どういう日本の良さを知ってほしいですか？日本独特の建物であったりとか、街が綺麗だって僕の外国人の友達は言ってたので、文化的なところだけじゃなくて、やっぱり日本人の生活、どんな食べ物を食べてるとか、どんな風に通勤とかしてるとか、とかもちょっといろいろ見てほしいですね。僕としては結構嬉しいなって思いますね。それなんで嬉しいですか？やっぱり観光客の人が多いと盛り上がる感じがするし、単純にいろんな人との出会いも増えるので嬉しいです。本当に普通に東京歩いてても海外の人すごい多いなと思って、全然やっぱり日本人として全然誇りに思います。最近は多いことによって、お米が上がっちゃったのは日本人が大変なんじゃないかなと思ってる。あの人たちはほら安いって言うじゃない、私たちからすれば高くなってるわけじゃない。来てくれるのは結構だけど、高齢者とかそれから生活保護者とか大変だと思いますよね。それを国がどうにかしないとね。何するにもお金かかっちゃって、インバウンドがすごいこっち的にはあんまいい面がないのかなっていうのは感じます。地元が結構外国人が多い町なんで、そんなに違和感はないというか、もともと外国人が周りに多い環境で育ったから、そんなに今特別感じることはないです。嬉しいとか、逆にちょっと人多くて大変だなとか、別にいいっす。お姉さんどうですか？私も地元一緒なんで慣れてるのはあるんですけど、別に観光とかで来てくれるんだったら嬉しいと思うんですね。他の国の方とかと交流できるんで、いい機会かなとは、別に嫌とかはなくて、すごいどんどん来てくれていいかなと思いますね。はい。
そんなにたくさん観光するところあるのかなって思います。スクランブルとかみんなずっと写真撮ってますよ。何がいいのかね、わかんない。何がね、そうそう。刺さってるのか。観光客が増えすぎてちょっとなんか逆に日本人がホテル泊まりづらくなったりとか、いろんな場所、例えばこういう場所とかも混んじゃって、なんかちょっと観光しづらくて大変だなって思う日本人もいるかなと思うんですけど、その点についてはどう思いますか？それは仕方ないんじゃないですかね。観光するのはみんな平等だし、別に日本人が観光できないっていうのは、それは予約遅かった人たちのせいだと思うんで、早くした外国人とかね、いいと思います。別にわざわざ外国から来て全部準備してきてるんだから、それは全然いいことだと思います。外国の方がこの場所、この恵比寿に住む割合が増えて、なんか住みやすさはなんか変化ありました？特に変化はないですね。やっぱり住んでる方たちはちゃんと日本に住んでるっていうことで、いろんなルールとかその文化っていうのを尊重して住んでると思うので、日本に初めて来たでなんか右も左もわからないっていう人よりかはちゃんとルール守ってもらえてるのかなと思います。日本って結構独特なマナーとか文化があると思うんですけど、その点で海外の人がこういうところを気をつけた方がいいよみたいなところってお兄さんなんかあったりしますか？なんか特に今日も見てて、なんか2人で見てて、1回路上にねゴミをちょっと捨てちゃってる海外の方がいたのを見て、でそれ自体は悪いことなんですけど、1個ちょっと気をつけてほしいこととしては、日本ってマジで公共のゴミ箱が少ないんですよ。はい、なのでそれちょっと事前に知っといてもらえると、要はホテルとか行く前に袋をね何枚か用意して、それこう縛って中にバッグの中に入れて持って帰るっていうのを、結構海外の方から見たら異常だと思うんですけど、結構ユニークだと思うんですけど、日本人は普通にやるので、それはちょっと1個知っといたらいいのかなというふうには思います。はい、僕もアメリカ行ってたことあるんですけど、日本って本当にゴミ箱が街中にないですよね。ゴミ持ち帰りましょう。それはあります。なんか日本が道とか場所が全部きれいだから、外国人がちょっとゴミがすぐポイしてるから、それちょっと気をつけた方がいいね。やっぱりタバコとかですかね。基本的に日本は路上喫煙とかダメなので、ちゃんとタバコ吸えるエリアで吸ってほしいっていうのと、あとゴミのポイ捨てですかね。やっぱり日本はその公衆のゴミ箱が少ないので、ちゃんとゴミ箱に捨ててほしい、ポイ捨てはやめてほしいっていうところと、やっぱりあと一番大きいのはいろんなところに神社とか、あとレストランとかいろんなところにちゃんとルール、注意書きみたいなの書いてあるので、調べなくていいと思うので、インターネットで。なんでそこに書いてあるルールが書いてあるんであれば、ちゃんと読んで守ってほしいっていうところですかね。平和を好むと日本人は思っているので、例えば電車の中では静かにするとか、なんか居酒屋でもむやみに騒がないとか、そういうところはマナーとして重要なのかなって思います。それからあと、特に申し訳ないけど、中国の方たちは順番を守らない。マックへ行ったら並んでたのに横から入ってきて、手を握らしてお金を出して、お金を出せば先がいいという、そうちゃんとやっぱりなんとかな、その国に来たらその国のルールを守るのは当然でしょ。当たり前でしょ。それからあと日本人もそうなんですけど、やっぱり12時を過ぎたら大声を出さないとかそういうマナーをやっぱり、これは海外だからじゃなくて日本でもそうなんですけど、それはありますね。うちのアパートの男の子も韓国人で、夜中の2時3時だと窓開けてギャー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 、この狭いところで始まってクレームが出ますよね。で昨日もお隣のマンションから電気を夜中ついてるって言って、うちの息子は寝られないって言って、なんていうな、基本的なこと、外人さんだからどうこうじゃなくって、ああいうなんていうのかな、それがちょっと日本人よりもあんまり国を名指しちゃいけないけど、中国の方多いですね。騒ぎすぎないとかじゃないですかね。全般でもあんま気にしなくていい気がしますね。なんか日本側が
もうちょっと寛容になるべきだなって僕は思います。なるほど、いい意見ですね。これから日本に来る海外の観光客の方とか、もしくは日本に住まれる方に何かアドバイスをお願いします。ですね、日本人は極端に英語があまり喋れないので、最低限の日本語は勉強しておかないと英語が通じないので、ちょっと苦労するかと思うので、ぜひ日本語を勉強してみてください。どうでしたか？皆さんが今日の動画で学んだ日本と皆さんの国の違いについてコメント欄にぜひ書いてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。